さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。カブトムシの巣の中のゼリーの中に入る VR とか発明したらどうかなって思ってるさやです。解像度バチバチのカブトムシってもうさ、恐怖の対象でしかないじゃん。怖い鳥肌立ってきた。怖いバカということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。廊下は走らない。よく漫画とかでこの字で走るって、これだから通常の廊下を走らないでっていうのとはレベルが違う。時速50キロを超えたあたりから走るんだよ。ということで今回、はい、こちらです。 LEGO レゴということで今回やっていく企画はこちら。連弾。はいレゴペンチャレンジ。 What's happened?てなわけで、はい、今回ですねレゴを使ってアートチャレンジかと思いきや、なんか意味わからん画材見つけちゃって、レゴペン。レゴペン？めっちゃレゴ。レゴなんよ。めっちゃ、しかもレゴ。そうレゴなんよ。公式なのもちろん。懐かしい。なんかワクワクしてきた。どういうものなのかも知らずに勢いでポチったから、僕もどういうペンなのかマジで知らん。ちょっと一回開いてみますか。行きましょう。はい。出た。めっちゃレゴ。めっちゃレゴなんだけど、何これ。めっちゃレゴなんだけど。何これ。これは取れないんだね。取れないかも。ここはくっつきレゴなんだ。おもろ。何これ。くっつく。くっついた。マジ？楽しい。これめっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。めちゃめちゃ楽しいんだけど。レゴ楽しい。すごい、車に構えてレゴペン買っちゃったんだけどさ。ね、車に構えてるね。普通にレゴやりたいな。見て、意味わかんないもん作った。すごい。違うんだよ。書けよ。ということで今日はこんなプチプチ組み立てるんじゃなくて、今日はちょっとこのレゴペンを使ってただただお絵描きしようかなと。ああ、いいね。はい、いう企画ですよ。壊れちゃった3歳。はい、ということでレゴペンでお絵描きやっていきたいと思います。じゃあまあ今回はもう本当にメインチャンネルだけど楽しくお絵描きしようのコーナーね。謎だった。お絵描きっていうのは本来楽しいものだから。そうなのよ。ていうかもう正直に言う、先日のクリスタの実験とポスターカラーが、撮影時期が同じだったため、ポスターカラーが15時間ぐらい撮影に時間かかってて、同時進行で、HP さんの案件のクリスタ24時間練習チャレンジやってたんでの次の日なの今日。そうなのよ。だからもういいでしょ。許していただけませんかね。絶対ねおもろいからこの画材。よし行こう。でももう俺も予想は一つ立ってるんだけど、ちょっとまあみんな見ててほしい。全力で面白さ伝えてみせるから。うわすごい。ちょっとじゃあレゴだからポップな絵にしようかな。ポップでキュートでセクシーで荘厳な絵を描いて。むずっ。マリア様になっちゃうんじゃないそれ。確かに。昔で言う。でもなんかさ、昔の人のさ絵とかでさ、ちょっとセクシーな格好してる人とかいるじゃん。ラフ画じゃなくて、そもそもほらフランス革命の絵とかでさ、なんか片お乳出てるじゃない。あ、出てますね。でもさ、実際さ、ああいう革命のさ戦いの場でさ、片お乳出てる人いるわけないじゃん。まあね、確かに。そうでさ、ほら妊娠を導く自由の女神って言うじゃん。あれってね、作者がセクシーを描きたいけど、でもその当時って露出が多い服ってさ、あんまよろしくないとされてたじゃない。まあそうだね。そうだけどちょっとセクシー描きたいなって、神だったらいいんじゃねっつってセクシー描いてたらしいんだよ。だからあれは民衆を導く女神なんだ。女神にしちゃえば、そうセクシー OK だったらしいっていう話を聞いて。そういうこと。ちょっと定かにここにすごいでかい諸説ありますって出しといてほしいんだけど、これ編集の時に編集の人がやっぱり調べることになっちゃうからね。だからゲンさんもちょっとこれセクシーなんじゃないですかとかってなった時は、心のおばあちゃんの声を聞いて服を着せるか、これは神だからって言えば。あ、なるほどね。でも僕の場合じゃこれ人じゃないからでいい。まあ確かにアンドロイドだもんねっていう。大事大事。そういうこと。そう何の話しとんの。何を逃げたの。
この前ねすごい怖い夢見たんだ。めっちゃ怖い夢見た。夢でねわらちゃんがペランペランに潰れちゃった夢見たの。どういうこと？わらちゃんペランペランになっちゃったって、わらちゃん潰しちゃったどうしようって言ってすごい夢の中で焦ってたんだけど、現実世界ではわらちゃんが私を潰してた。潰されてたのは私の方だった。そうびっくりした。私たち入れ替わってるってなっちゃって。なんだこの歌。今全然ね始めようとしたらなんか全然違った。全然違ったわ。全然違った。ね全然違った前世だったね。ね。これねちょっと面白かったからね漫画にしようかなと思ったんだけど、ここで言うわ。言うんだ。何？これ最近のパラちゃん事情の話なんだけどさ。最近パラちゃんがねいろんなものこうやってこう指をさしてさあって言うんだけど、そうでそれでねゲンさんのこと指さしたりするから、これパーパーとかってでそう私のこと指さしてママとかって言うんだけど、言えるパパママ言えるとかってやってんの。この前バーバパパってめちゃめちゃスムーズに言った。バーバパパ。あ、そうか、俺バーバパパなんや。あれめっちゃおもろかった。あらら面白いよ今最近。成長を感じる。早くレゴペン使いたいね。ね。収録時間30分経ってますけど、まだ一向レゴペンにたどり着いております。俺たどり着きます。お邪魔します。キュポいきまーす。普通にペンです。すごい分かりきってたとこで言い始めた。でもう一個言うと、持ちづらい。持ちづらいよ。実は分かってた。まあなんか薄々ね、このペンを買ったあたりぐらいから僕も気づいてたけど、早くないか。多分持ちづらいんだろうなっていうのと、多分普通のペンなんだろうなっていうのを薄々感づきながら買った。大人だね。でも気になっちゃった。さあ、じゃあ僕もレゴペン入ります。はい。はい。あ、普通にペンだ。ちょっと悪口なんだよな。違う。いや、全然悪口ちゃう。そういえばさやさんダイエットしようと思って心折れたんだけど。もう終わったわ。折れるなよ。話の腰が折れたわ今。話の腰も折るし、私の心も折れる。クラッシャーと言われてるゆえんだよね。いつみんなが思ってる3倍ぐらい角痛いよ、このペン。本当に。本当。長時間絵を描くのには向いてないと思う。大丈夫か、このなんか文句しか言ってないぞ。でも学校に行った時に筆箱に入ってたら鬼可愛い。あ、わかる。結構その日一日。ちょっと楽しいよね。話題がね。しかもさ、色もカラフルだしさ。確かに。で、あとぺちゃんこだから、そんなに圧迫しない気がする。ワンチャン先生はダメって言うかもしれない。あ、確かに。どうなんだろう、これ先生。いや、高校生だったらあれだな。中学生だったらちょっと、なんだそれはって。レゴか。先生に貸してみなさい。楽しい。返すね。なるかもしれないけど。それならいいけど。わかんないからその辺は。これもし見てる先生いたらさ、いるかな。まあもし夏目さんと今ご視聴の先生いらっしゃったら、このペンありかなしかをちょっと聞いてみたい。あー確かに。小中高いたら全部知りたい。あー確かに。あでもさ持ってきてるだけならありみたいなのはありそう。ああなるほど。授業中にさこうずっとさこう音出してさカチ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 とか言ってたらちょっと問題だけど。でもそれが起きちゃうってことは事前に NG 出すっていう可能性はあるよね。いや確かに。だってうちの学校バトエンギリダメだったよ。ああバトエンダメじゃなかったんだけどダメにしたかもしれない。ああルールができる理由はいつでも俺たちみたいな感じになってた気がする。私の母が平安貴族の出なんですよ。家系が？そううちの母の名字が遡っていくとなんかあるじゃない、こう源流みたいな。だから平安貴族らしいのよ。へえ。だから私平安貴族の血が微量に流れてるでおます。それがし貴族でござる。泣いてるよ。平安貴族に。そうなんかゲンさん石鹸の匂いする。食べた？風呂入ったとかじゃないんだよ。食べたの。普段のゲンさんどれだけ素行が悪いんだろうか。レゴといえばなんか黄色のイメージない？ある。ね、レゴの人ってなんで黄色なの？確かに検索してみよう。レゴの人なぜ黄色？やっぱりこうレゴのさ知識をさ、そうだよね。そうじゃん。コンテンツとしてさレゴに対する何かをさ入れないとちょっと。なんか素敵。はい。なんか僕ちょっと理由想像ついたかも。なんでしょう。つかなかったわ。なんか肌の色的な話なんかなとか思ったんだけど。なんかレゴにさ出てくるこれね、この
これ見慣れてる、はいはい、このお人形のことってミニフィグって名前があるらしい。ミニフィグ、そう1974年に初登場した時は何も書かれてないお人形だったんだけど、顔なかったってこと？でも1978年に改良された時に笑顔がくっついたんだけど、でその時から体の色は全部黄色に統一されてて、でそれは人種差別のない幸せな世界を表現したいからっていうので、黄色で統一してるらしい。でもやっぱ世界中で遊ばれてるもんね。そうだよな。ね、素敵。なるほどね。でもこのいつの名前ミニフィグって言うんだ。レゴの人じゃなかったわ。ね、てかさ、ミニフィグってことはさ、デカフィグもいるってこと？デカとは言わないんじゃないの？すごいマジレスされたね。確かに。びっくりしちゃった今。そこなんだ、引っかかるとこ。確かにね。ゲイさん、レゴってどこの国のおもちゃか知ってる？スペイン？なんで？いや、なんとなくイメージが。イメージ？ブブー。フィンランド。ブブー。デンマーク。当たり！すごい！なんでわかった？レゴ系のやつの、なんかのやつの文に、上に丸がくっついてる文字見たことあるなと思って。どこの国だったっけっていうの今すごい適当に言ってた。だから。すごい。でもデンマークが候補の中ちゃんと出てくんだね、ゲンさんって。すごい。成立しなかったね。ゲンさんが賢くて。なんか。くそ。さやさんどうやろうと思ったの今。いや、どうやろうとは思ってない。さやさんそんな性格悪くないから、ゲンさん。俺もそんなに別に性格悪くない。ゲンさんちょっと悪い。悪くない。前職絶対使わなきゃダメ。ピピー。急に来た謎の縛り。ピピピピピー。だってたったの12色だよ。12色使えないわけがない。そうだよ。300何色だった色鉛筆。300色以上使った俺たちにはもう造作もないことだろう。夏目さんちが選ぶ筆箱に入ってたら楽しい文房具ランキング作ろうぜ。ああ、いいね。楽しくない？楽しい。これちょっとレゴ私ね、結構上位に入る。この3色入ってたらめっちゃ可愛いよ。ああ、確かに。可愛い。CMY みたいなね。あ、そう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 。まあオレンジでもいいけど、この中から3、4色ぐらい入ってて、いや、この辺でもいいかも。俺の赤取ったでしょ。取った。そう、これ聞いてほしい。最近ゲンさん平日ダイエットやってんだけどね、ローソンで売ってるね、一口サラダチキンってやつがマジでうまくて、美味しいね。ハーブチキンかな、なんかコロコロしてるやつが入ってて、袋レタスと一口サラダチキンをドンってぶっ込んで、時々煮卵みたいなやつ1個入れて、ゲンさんの瞬間パワーサラダっていうやつを今食ってるんだけど。瞬間パワー。そう。でもね、めっちゃうまいよ。美味しいよあれ。でも体が冷えるね。そうなんだよね。最近だからずっとね、寒い。大丈夫、なんか元気だから大丈夫、心配しないでほしい。俺はここで CMYK を特殊召喚。3枚を平行にし取り出す。わあ、すごい、できた。これだ、行くぜ。レゴー。おー、楽しい。めっちゃ良きやないそれ。めっちゃ楽しいよこれ。やりたい。ちなみにちょっと加減を間違えると全部が出なくてちょっと面白い感じ。ということで完成しました。レゴペンでお絵かき、せーのドン。これは楽しく描きましたって感じね。いいね、ゲンさん、なんかテーマがレゴって感じが。これはミニフィグたちがこの巨大なレゴお姉さんを作ってるっていう工場です。これいっぱいいる。そう、いっぱいいる。いろんなところにね。かわいい。レゴ建設したり落ちたりしてるわけなんですけど、これすごい荒く描いてるけど、拡大してったらもうめっちゃレゴいっぱいついてるっていうやつ。ここで切れ目っていうかつなぎ目か。そう、カチャカチャってなってるってことですよ。ここね。そう、ここね。はい。こいつ無すぎるんだよ。こいつは頭なんだ。こいつはまだフィグにもなってないから。フィグ素材。フィグ素材って感じでやって、一応全色は使ってるはず。途中でも言ったかもしれないんだけど、 CMYK ペンチャレンジみたいな。もうひたすら色を線で重ねてって、なんとなくイメージをつけていくみたいな感じで、ひたすらなんかシャカシャカ描いてましたけど。いいね、いいねっていう感じでした。はい、かわいい。で、さやの方もめっちゃなんかいいね。このミニフィグにいいね、すごい熱烈に愛を告白されているレゴ魔法使いちゃん。この子がね、レゴを使った魔法を使うってこと。そうそう、こうレゴで組み立てたものを、例えばお家作ったら、お家をカチャカチャって作ったら、本物のお家にボンって変えれるみたいな。ああ、なるほど。レゴで作れるものなら何でも再現できるみたいな。そう。
そんな感じの魔法使いちゃんなんだけど、いつもだったらミニフィグで、使い魔みたいな感じで召喚できるのに失敗して、これもう自分大好きな自我を持ってしまって、自我を持ったミニフィグちゃんがそう生まれてしまったというシーンですね。かわいい。15ページぐらいで。いや、そう漫画にできそう。めっちゃかわいい。ね、そしてさやさんはそんな解説をしている間に、うわー全連結。全連結ちょっとここに書いてみたら。確かに。ここにビーって引いたらどうなるの？わー、楽しい。楽しい。でもなんかこれもなんかできそうだね。うわー、いい。わー、これやる。目がおかしくなりそう。僕もやりたいそれ。嘘、やりたくなっちゃった。自分のやつ連結するのめんどくさいから貸して。素直すぎるだろ。わー、目がおかしくなる。待って、これさ、額縁に入れたらさ、濃くなりそう。ねえ。3億とかで売れんかな。もう騒ぎ。もうわかんないよ、もうそれ以上やったら。違うんだ。これで、はい。返す。うわ、すっごい返された。で、見て見て。で、これどう？あそこで白で、そう。それはいいかもしれない。それは3億で売ってもいいよ。いいんだ。3億軽っ。いい感じ。かっこいい。ね、なんかごちゃごちゃの中に何かが存在するみたいなやつが書けたら楽しそうな。ね、喧騒って名前でしょ。こういうこともできちゃう。紙の下地をこれでグワベベベベってやって、しかもすごい時短できるこれ。確かに。いっぺんに12本分線引けるから12倍速でこの絵が生まれる。確かに。しかもただぐちゃぐちゃなだけじゃない感じもいいよね。色味がなんかちゃんと全部混ざって綺麗になるから、これ色の順番とか考えたら、もっと綺麗になるね。ということでレゴペンなんか散々なんか書きながら文句言ってたけど、ただここめっちゃ痛い。ここは痛い。長時間のお絵かきには不向き。結構力入れて描いちゃうと、本当に指のところが痛くなっちゃうので、それだけ注意だけど、普通に画材としてはめっちゃいろんな方法があって楽しい画材でした。はい。ちなみにこちらおいくらだったんですか？こちらですね、言うの迷ったんですけど、ワンセット。はい。3800円です。高っプレゼントとかで一ネタになるかもしれません。確かにね。これもしかして7600円。そうなるね。じゃあこれさ2セットやったらさ、もうさ24倍速でこれやばいやばいやばいってできるってこと？頭悪い。言い方頭悪すぎてびっくりしちゃった。